こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。5月ゴールデンウィークの連休も各地へお出かけのご家族、楽しみのために盆栽を見る方、多くの方が日本を動きております。私ども羽生筑堤も毎年この季節は春の鑑賞会として庭内をきれいに整えてお客様をお招きしています。春らしい世界、植え替えや手入れが終わった盆栽たち、そしてようやく水打ちができる水石、様々なものを飾ってお迎えしています。この鑑賞会、この庭の中を今日はご案内させていただきます。お楽しみください。羽生筑堤はこの門をくぐると、その中がこのような盆栽庭園になっています。多くの方々がもうご存知かと思いますが、ここは盆栽を初めて見る方が、ああいいもんだな、そんなことを思っていただけるように作っています。庭の大杭に立っている多くの盆栽、そして左手の展示場の中のさまざまな書道具、応接展示場にはこの春この展示を象徴するような飾り、もちろん相変わらず観音堂の仏様がこの盆栽たち、私たち訪れる皆様を見守ってくれています。ここを楽しみ、そしてこの奥にある大きな管理培養を込めた盆栽の陳列場、優に1000点を超える盆栽を楽しんでいただく庭です。春の一日、ゆっくりと盆栽を楽しんでいただくように、私たちはあまりそばにつきません。一つ一つがきちんと名前と値段と入っています。なるほどなと思いながら、足元にある草や、そして木々、石、それを皆さんが語らうように楽しんでくださることが、この春の鑑賞会の一番の願いです。雨風の日でもゆっくりと品物を見ていただくのに、この鑑賞会の間はこの庭園展示場もご覧の通りに多くの盆栽水石掛け軸が飾られています。優に300点、盆栽一つ、石一つ、そして春からまた全てを掛け替えた掛け軸の類、掛けてある掛け軸はその全てが盆栽、水石、山野草に使うための道具です。どのような立派な画家が描いても、名も知れぬ無名の画家が描いても、それがきちんと道具として使える、そこが一番私たちの掛物の選びの大切なところです。鉢もしかり、もちろん古いもの、有名な作家のものありますが、いかに使いやすいか。中にはこのように、私が中国広東まで行ってどうしても高価なものしかないので、形をそれに倣って作らせた水盤、そのようなものまで幅広く置いてあります。私どもの店はもちろん販売であり商売でもありますが、一つ一つを見てもらって遠慮なく声をかけてもらえれば、それがどのようなものなのかもお伝えできます。数限りない品物、ゆっくりと楽しんでいただく6日間です。この内九庭の庭園の中心にある応接室です。幾度もここの場面でのわびチャンネルを皆様にお伝えしていますが、この鑑賞会、春と秋に行われる時には、その時その時の商品を使って皆様に床飾りを披露しています。今回は五葉松の三冠、そこに横山大観の富士、もちろん販売会でもあるので隣もかけてあります加納探幽の個室ですね。
水たまる石、そして滝石、そして遥か向こうにはもみじの林。ここにいて盆栽水石の話を楽しくお茶を飲みながらできる機会。これが鑑賞会でお招きしているお客様への私どものおもてなしの世界です。日々販売することで飾るものは変わりますが、ぜひぜひ皆さんも羽生へ訪れた時にはお気軽にこの応接の間をご覧になっていただけるとありがたいです。溢れるほどの盆栽がありますが、今目の前にある大きな五葉松はこの庭にとっては新人なんです。この庭の向こう側にある3000坪の培養場、そこで木箱に入れられて5年作られたものです。四国から運んで将来の名木へとしてこの春に多くのこの種の木が植え替えられました。圧巻の太幹、豪快な姿、まだまだ変わります。ここから大型盆栽の名木へと動いていく木、こういうものも鑑賞会で今まで見せなかったものをお見せして新たなご縁をいただく機会としています。こんなものを一つご自分の持ち物として、そしてこの羽生に置いて時々見に来て木が変わりゆく姿を楽しむ、そんなご縁をいただく鑑賞会でもあります。この五葉松も鑑賞会としては私どものこの庭で新人に属するものです。冬の間に手に入れたこの木はまだきちんと調べていませんが、昭和前期国風盆栽展の一桁の頃に出品されていた記録を持つそうです。針金をほどき少し休ませている状況ですが、ここから以前のわびチャンネルでもご紹介した相田一松先生のハサミ技のような世界で昔の盆栽を蘇らせてみようと思います。大きめの鉢に入れて培養していますが、まだ私どもに来て数ヶ月、あまり根をいじらずに今年は培養に努めようと思います。ゆっくりここで休んでもらいたいものです。何度かご紹介したこの羽生築堤の収蔵庫の中ですね。正直この展示会が始まる数日前までは足の踏み場がないような仕入れたものをただただ入れている状態でした。ようやくなんとか皆様にお見せできるようになりましたが、鉢、水石、そして別のところには置物や卓など様々な道具があるここ。以前はここに来て手に取って好きなものを見ていただく、そのようなひとときを鑑賞会にまとめていましたが、最近は私どもが写真や映像で世の中へ紹介するだけで、それが欲しいと言ってくださるまでになり、全国規模でいろいろな方がここにある品物を楽しまれてくれます。そのような方々にものをご説明するにはプロとしての責任があります。言葉一つに気をつけてご説明に尽くしています。ぜひライブでこの現場を見る機会が皆さんが作ってくださることを待ち望んでいます。限りない盆栽がありますが、たくさんの時間を皆さんと共有できればと思います。わびチャンネルは私どものこの羽生築堤の世界、そして外側のイベントの世界、そして誰よりも皆さんが楽しみするお手入れやコアなテクニックの皆さんへのご紹介、様々なものがアーカイブに散りばめてあります。ぜひチャンネル登録をなさってお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。